皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐちです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。バックの下回転サーブについてやってみようかなと思います。これはバックサーブを使う方はぜひこのバックの下回転サーブにトライしてみてください。で、やはりバックサーブといえば皆さんイメージしていただくのは多いのはやはり横系のサーブがやっぱり一般的に多いですよね。バックサーブといえば横、この下回転をバックで出せるっていうのは非常に大きなことかと思います。もうバックで下回転がブチ切れでブツッと切れてくるサーブのイメージってあんまり湧かないですよね。なのでそれだけバックで下回転がしっかりかけれるとバックサーブが非常に効くということになります。で、皆さんの今持っている横系のサーブがさらに生きたりします。で、今回はしかもさらにそのバックサーブの下といったらこうやって出すのか、これはもう思いっきり下って分かる下回転です。これだとやっぱバレちゃいますので、いつもの皆さんのバックサーブの振り方に横系のサーブの振りの中に下回転のサーブを同じように入れるっていうことができますので、今回のやり方は振り方をそんな変えなくても下回転が出せるので相手を翻弄できます。横が来たと思ったらブチ切れの真下だったっていう風になったりします。なのでぜひ今回の下回転のサーブバック系でマスターしてみてください。普段受けることがないのでバックで下が切れたら相当効きます。で、普段は使わない四角ゾーンの下回転サーブということになります。ぜひ今回覚えてみてください。で、バックで切れた下回転サーブって一体どうやってやるのっていうことですが、今回は簡単に手順3つですね。そんな長いことやるわけじゃないんですけど3つでやります。で、まず手順1つ目です。で、1つ目はまずこのグリップですね。グリップの持ち方で親指を立ててください。バックで下回転を出すときに親指を立てることによってラケットの面が強くこすったときに固定されてしっかりぶっつり下がかかります。この時親指立たない状態ですと下をかけるときにボールが途中で離れていってしまうんですよね。親指出さなかったらポンって出ちゃいます。揺れて出ちゃいます。で、親指でグリップラケットを支えます。そうするとこうやって下回転がかかります。親指立てて下をかけるとこうやって面が安定して強くかけることができます。はい、で、今度は手順2ですね。手順2は今度はラケットの面をバック側を天井に向けてください。こうです。この面で下回転をかけてください。卓球台に対して平行ですね。平行です。ラケットの面を起こしてはいけません。起こしますと上系のサーブになってしまう。横上系のサーブになってしまいますので、下系は面を開けるっていうのが鉄則です。なので面を開けてください。で、ここから大事です。これは本当に大事です。で、手順3つ目はバックスイングを左肩から取って一気に下回転をかけてください。で、やはり下回転のサーブといいますと通常イメージされるのはこうバックの下回転です。これじゃあまりかからないんですよね。そんなに相手がネットミスしてくれるほどの下回転はかかりません。で、思いっきりバレバレです。下っていうのはもうもろバレです。なのでこれは良くないです。じゃあどうやって強く下回転をかけて相手に分からないようにするかって言いますと、バックスイングを取ります。で、この時に体の後ろだともうお腹にボンと当たってしまって痛いっていう感じになっちゃいますので、どこでバックスイングを取るスペースを作るかっていうと体の左側ですね。これも2通りありまして、左肩からこうなんていうんですかね、左手を下にしてこうやってテイクバックを取るバージョンと、左腕を上にしてラケットをこう左から出すバージョン、2通りあります。どっちでもいいです。やりやすい方ですね。こっちかこっちかで構えていただいて、皆さんのバックサーブですよね。皆さんのバックサーブはどっちかこっちかこっちどっちかで出していると思うんですけど、こっちタイプかこっちタイプどっちかですよね。上か下か。なのでその皆さんの使っている方に合わせてもらって、そこからバックスイングを取って、ここから大事です。これはこすり方ですね。ただ下を意識しようって言っても強くかけられないので、この時に下をかけるポイントはラケットのグリップをバックの方に向けてください。右の選手の相手に向かってグリップの底を向けます。で、それで最後にこする瞬間に斜めこすりっていうやり方で下回転をかけてください。斜めこすりっていうのは一体どういうことかと言いますと、こうやってブレードがあるとしたら、ここの右下の部分から
左上にこう斜めにこすってあげる。こうしますとぶち切りの下回転が出せます。こういう感じです。こういうこすりなんですよね。かかります。斜めこすりかかります。斜めこすり、実は下回転のサーブをバックでかけるコツはこの斜めこすりっていうのが非常に大事なポイントになります。斜めこすり下回転サーブっていうことなんですよね。これでめっちゃかかります。なのでちょっと最初こうやってイメージしていただいてもいいですね。斜めでこうこすって、こういう感じです。イメージ的にはこういう感じですね。こすり方、端から端にこういく感じです。こういう斜め、右下から左上にかけて下回転をかける感じです。はい、普通にこうやってこすってしまうとどうなるかと言いますと、こうやると横が入っちゃいますね。横回転がかかってしまい、ちゃんとした順下回転にはなりません。こう普通に下回転を取られるような感じでやるとどうしても横が入っちゃう。横が入っちゃう。うまくいかない。でもこうやってこすると相手の方にぐるぐる向けてこうやってこすってください。かかります。真下です。真下です。これがバックの下回転でぶち切る方法になります。もう裏技的なテクニックなんですよね。もう固定概念をもう思いっきりぶっ壊してる感じです。もう下回転をかける固定概念を思いっきりこうやってこする。でラケットの面あっち向ける。で実際これで構えます。でこうやってかけてみる。下回転ですよね。でこの時に親指が立ってなかったり、こうやってうまくこすれてなかった場合はちょっと横が入ります。そうすると横が入っちゃうのでダメですね。なのでしっかり真下にするように相手に向けてこう斜めこすりでギュッと。横系のサーブ、横系のサーブ、これに下、っていうふうに横のサーブの中にちょっと、いつもの皆さんのバックの横系のサーブにこの中に下回転のサーブだけを入れていただくと今みたいにあまりわからない感じで出すことができます。だからこういうふうに皆さんの持っているサーブの振りのままで出せるっていうのもこの斜め切りの下回転サーブのいいところかなと思いますね。バックの下回転サーブというね、固定概念を壊したやり方、ぜひトライしてみてください。